こんにちは、よしかです。今回は、バックステップ置き攻めについて解説していきます。マニアックな知識ですが、バックステを使った方がいい場面が存在しており、知っておくと、攻めのレパートリーの一つとして役に立つと思います。さらに動画の後半では、バックステ置き攻めを使ったキャラ対策を紹介します。なのでぜひ最後までご覧ください。それでは解説スタートです。まずはじめに、置き攻めでのバックステは何を狙っているのでしょうか？答えはご存知の通り、相手の投げ抜け狩りです。動作中に投げ抜けを確認し、バックステからの打撃で特大リターンを得られます。しかしここでお気づきの方もいるかもしれません。投げ抜け狩りならシミーで良くないか、と。はっきり言ってしまいますが、その通りです。バックステ置き攻めは無敵技暴れが当たってしまうなど、基本的にシミーの劣化です。ならばなぜそんなものを、プロや上級者も使う時があるのでしょうか？答えは単純です。置き攻めの状況によってシミーをしようとしても、投げ前から出られない時があるからなのです。シミーができない状況は遅らせ投げに、リスクを負わせる難易度が一気に跳ね上がります。例えば相手の投げ抜けのタイミングに合わせて、攻め側が遅らせ打撃を噛み合わせるなどです。めちゃくちゃ難しいです。なのでその状況では、防御側が遅らせ投げを選択しやすくなり、そこで出てくるのがバックステ、というわけです。バックステならカカッと入力して、投げがスカったところにバコーンです。遅らせ打撃と違い、実にシンプルで簡単です。さらにバックステには他の利点もあり、相手の前ジャンプに対空が間に合ったりもします。遅らせ打撃と違い相手のファジー暴れとのタイミング勝負になりにくいのも良い点です。さて、ここまでの解説をまとめます。バックステップは、シミーができない状況の投げ抜け狩りとして使うべし。ラシードで具体例を出すと、控めでの弱ミキサーヒット時、ランでの密着置き攻め時、前捨てでフレーム消費した後、などです。自分の使っているキャラの、どの置き攻めではシミーができないのかを調べて、そこでバックステ置き攻めをやってみてください。それでは次は、バックステ置き攻めを使った、キャラ対策を紹介します。まず紹介したいのは、駒投げキャラに対してのバックステ置き攻めです。駒投げキャラにも基本的には、シミーを使っていいのですが、実はシミーや様子見対策の、リバサ駒投げという選択肢が存在しています。これは通常投げと駒投げの、リーチの差を生かした選択肢で、通常投げの間合いから少し外れることを目的としたシミーを、投げることができます。なのでマノンなど、駒投げのバリューが高いキャラを相手にする場合、リーサル時や駒投げでやられてしまう HP の時に、シミーではなくバックステップを選択しましょう。最後にチュンリー、ブランカ、マリーザに対しての、バックステップ置き攻めを紹介します。実はこの3キャラに対しての、バックステ置き攻めはかなりありな選択肢です。理由は弱卓を回避しつつ、投げ抜けにリターンを取れるからです。チュンリーとブランカ側の起き上がりの選択肢として、OD 無敵技、低空百列脚、ローリング、D リバ、ジャンプ、暴れ、SA などがあります。細かいフレームの説明は割愛しますが、今流している映像のように、よくある持続しゃがみ中パンチのプラス8フレームを作る連携からバックステをすると、先ほど挙げた選択肢の、暴れと SA 以外にリターンを取ることができます。バックステ置き攻めはほとんどのキャラの OD 無敵技が当たってしまうのですが、チュンリーとブランカの2キャラは横軸の攻撃判定が短く、状況を作ればバックステで回避できます。さらにチュンリーの場合低空百列脚も当たらないため、かなり使い勝手のいい置き攻めになります。
ブランカの低空 OD ローリングの場合は、相手が技を出した高さによって、ガードになってしまうこともあるのでそこに関しては覚えておいてください。最後にマリーザに関してです。マリーザは OD 技の打撃アーマーを活かして逆卓を仕掛けてくるのですが、バクステ置き攻めをすればそれらの読み合いを拒否することができます。さらにマリーザの場合は SAH の発生も遅いため、プラス8フレームの状況を作れば D リバと同様にガードが可能です。マリーザはキャラの性質上、防御で投げ抜けを押しやすいキャラです。さらにバクステ置き攻めで対応できる幅が広いことから、かなり有効な置き攻めであると言えます。いかがだったでしょうか？バクステを用いたキャラ対策を紹介してきましたが、バクステの性能がキャラによって異なるため、あくまでラシードではできるというだけで、使用キャラによっては再現性がない可能性があります。その点はご了承ください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、メンバーシップなど、よろしくお願いします。